ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢始まん TV。長期発信停止してましてですね、4月8日から、6月29日までですね、発信することができませんでした。状況説明をさせていただきます。4月8日にですね、牧泉寺ですね、住友で桜寺でですね、動画を上げましてですね、その前4月4日から6日までソウルへ、韓国のソウルへ行ってですね、20年ぶりに会った旧友たちとですね、あと65歳から10年間頑張るから一緒にやろうということで帰ってきたんですけどね、プロスペックス言いまして、向こうの水野みたいな会社と話もしてきましたし、J オンスですね、畠山選手と世界戦あった J オンスのところですね、キム館長とも話してですね、マッチメイクライセンスを、インターナショナルマッチメイクライセンスね、ボクシングの、それをいただくという話をしてきまして、で、もう一件は、ザラとかマンゴーに売ってるビエンワールドというナム社長とですね、ぜひナム社長とこの商品を日本へ売ってくれという話で帰ってきましたが、しかしですね、お金からになりましてですね、小売店の方2名にちょっと売れた分送ってくださいということで、月曜日に送っていただきました。4月 4日から6日が土曜日でしたからね。それで日曜日、必死レター得てですね、日曜日は伏見の高倉の桜ですね。それと牧泉寺の桜と。で、4月8日はお釈迦さんの日ですんでね、気持ちやなと思って行ったんですが、お金入っていきます。これ、京都はですね、メガバンク通用しません。三井住友もですね、ほとんどなくてですね、ここからでしたら、桃山五稜のですね、大手筋以下ありませんので、京都銀行と京都信用金庫と京都中央信金しか通用しないんですよね、銀行は。京都において不思議な地域です。で、行きましてですね、ここでですね、ほっとしまして、セブンイレブン入りましてですね、お酒をちょっと入れたんですね。で、ものすごい回ってしまいまして、で、ちょこっと歩いたら、ハローワークがあったんですね。で、その前にインディードでですね、英語通訳のバイトがあるということなんで、申し込んでたんですが、韓国行ってる間来てなかったんですね。ハローワークでどんなんかなと思って入ったらですね、椅子に座ったら寝てしもたんですね。寝たらですね、もう酒飲んでるやろ、寝たらどないのか言われたもんですから、私も極真空手やってまんで、当時大山総裁も生きてましたからね、売られた喧嘩は買いなさいと。買えないような空手ならやめてしまえという訓示を受けて育ったもんですからですね、言い返してたらですね、警察呼ばれまして、で、警察福島署ですね、ハローワークは公務員って知ってるんかと聞くもんで、そんなの分かっとるかって言うと、はい、公務執行妨害って手錠かけられた次第です。で、伏見署連れて行かれてですね、で、刑事ちゃいますよ、警察官がですね、調書を取るわけですよ。ほんなら、おまわりさんとか言うて、幼稚なこと言う書くものですからね、頭切れますし、調書破り立ったんですね。ほんなら、公文書危機の現行犯でまず逮捕されたわけです。で、私は、お酒も飲んでたのがあるんですけれども、向こうがハローワークの職員がですね、私の胸を押したんで、どついてませんよ。どついてないですよ。手をこう、クラッチしたわけですよ。手を持ったんですよ。何してるんやって。
しただけやから、これは正当防衛やというふうに、異議申し立てしましたらですね、48時間プラス10日10日やられましてですね。で、私もですね、生徒会館の弁護士がですね、もうコロナ前から入院してると、もう亡くなってるかもしれない。80過ぎてますからね。片腕やった女子社員の人はですね、亡くなったそうです。どうしようもないから国選弁護に頼んだら、もうどうしようもありません。お前どこの大学でどんや言うたら、兄弟や言うからね、ちょっと信用した。ダメですわ。アディーレ法律事務所いうとこ勤めてるらしいんやけどね、サラリーマンの弁護士なんか通用しません。もうどうしようもない。認めよう、認めよう言うから、もう最後頭下げて出てきましたですけどね。6月13日。これもう、六尊の神社もですね、弁財殿の御開帳の日ですわ。第1回後半でですね。で、判決が6月26日。で、もう偉そうに言われても極悪人みたいに言われましてですね、懲役1年、執行猶予4年だそうです。もうどうでもええわ思って自由の身になって26日の夕刻こっち帰ってきた次第です。もう当然2ヶ月と18日家を開けてますから、電気は止まってる、ガスは止まってる、水道まで出てませんでしてですね。で、なんとかですね、これ27日が木曜日ですね。で、27日に一応、ごまたきはもう21日したそうなんですけれども、後家の空海の松江の後家の方と会ってですね、その後、伏見の間社横の祭り酒店ですかね、ヤタガラスです。お前らどない思ういうことだ話してきた時代です。これ、もう酒はもう継承違いましたから、もうろくなことなんでね、今度やられたらもう完全に実刑打たれますんで、これ、甘酒です。甘酒。国産の米麹で作った甘酒をヤタガラスから買ってですね、で、おかしいやろうだろおかしい言うてましたですけどね。これはまだ我々のようなちっちゃいことには関与しません、ヤタガラスは。要するに戸籍ありませんからね。もうそろそろ岸田やってまあなあかんちゃうかって一応言うてきました。だってもう殺人教唆ちゃいますね。安倍はやられましたからね。で、いろいろ言うとるから、もうめちゃくちゃやないですか、今の国政みたいなのに帰ってきていろいろ動画見てますけれどもね。めちゃくちゃです。日本終わってまいりますよ、こんなことしとったら。終わるのわからんのでしょうね。もう警察官みたいな、もう頭おかしいですわ。あれ公務員は思とんですよ、自分で。ね。公務員っていうのは公務員である前に公僕でなかったらあかんでしょう。と私は思っておるんですけれども、仕方ありませんもん、これ。仕方ありません。で、28日、管理会社の方ともですね、用意していただきましてですね、話できました。あれですね、スマートフォンがダウンしてしまいましてですね、6月29日の土曜日にスマホ、Y モバイルのスマホのところでイオンモール京都行って、新機種にしてですね、これもう使い方もう65年もたらわからんですからね、で、いろいろやってこれを発信してる次第です。で、管理会社ファーストラインの方だとですね、講習中に決着つけようということで、まあなんとかなりそうなんで発信させていただける次第です。6月30日、もう日付変わってしまいましたんで、昨日なんですけれども、南越の大払いです。まず藤の森神社行ってきましてですね、お札も買いましたしですね、一応ここはもう、ちょうど城南宮と藤の森神社と、どっちが氏子やねん言うたら、まあ藤の森だそうですんで、昨日、その前の日ですかね、29日やったですかね、城南宮のお札を返して、藤の森の狼さんのお札に変えた次第です。で、アジサイ祭りが間に合いましたんで、動画アップさせていただきました。それとですね、夜はですね、夜の9時から六尊の神社ですね、清和源氏発祥の宮です。で、中の本殿のと
ころは撮ってくれるな言うから、違うところで一応動画上げさせていただきながら、大原連の祝詞をアップした次第です。一番よう映ってるのが、あれが頼朝さんの絵ですわ。清和源氏ですからね、今、光源氏やってみるそうですけれども、あれは佐賀源氏ですからね、これ佐賀源氏。これ清和源氏。で、桓武天皇が桓武平氏ですからね、こっちはね。というか、これ佐賀天皇の子供、これ、任明天皇ですわね。これ継いでいきますが、その一応原近いの兄弟というのが源徹で、これが光源氏のモデルや、いうことですわ。これでね。で、ずーっと、降りて、一条天皇の頃です。道長です。道長はあれユダヤちゃいますからね。ユダヤちゃいます。カナン人で、悪いやつですわ。もう、この文丸をもう要するに法家になっていってですね、もう、また説明しますけれども、どうしようもないです。安倍首相は、あれは、李氏朝廷の流れですからね、あれ日本人ちゃいますからね、もともと。覚えておいてください。あれ、安倍晋太郎ですね、親父が。あれが、李往生の血を入れてですね、で、天皇をすり替えようとしたわけですわ、今の秋篠宮と。大変やね、今の陛下素晴らしいでしょ。あれ、それでも、昭和天皇上皇は昭和天皇の皇じゃありません。あれも秩父宮の皇ですからね。なんぼこういうおころ私ファンですけれども、4人全部女続いたんですよ。こんなもん、犬でもあるまし、ボコボコ子供できませんわ、そんなもの。ということでですね、そのお子さんということで、腹借りるだけですからね、上皇后みたいな穴ももうどないかなってこな困るわけですわ。次は、いろいろあるみたいですけれども、愛子女とでいいんじゃないですかね。次つなげるの今まだちょっと令和6年ですから、金城陛下に頑張っていただかなあかんということで、イギリス行ってられたんですけれども、素晴らしいですよね。立ち振る舞いがね。イギリス王家より日本の方がずっと格式は上ですんで、ということですよね。話は変わりますけれど、六蔵の神社ですね。大原の祝詞、これが、中富なんですけどね、中富の祝詞ですけれども、これ、大大和と言ってたと思うんですけど、これ、阿波のですね、小田市研究会 NPO 法人の方から新刊出たというふうに言ってきましたんで、一応注文してきたんですけどね、大賀実記書店で。帝都大和は阿波だったというふうな題だそうです。大和と大大和は違います。大和は阿波の大和です。要するにヤホウェイの流れの民であるということですね。で、700年ですね。持統天皇までは阿波です。それから、奈良へ変わってきたのが、それ以降であるということですね。それが大大和ということで、ここの近くの警察の話もいろいろな中で、もう歴史詳しい方もおられてですね、話してきましたですけれども、天保商法4年ですね。この時に、今の、和みを持ってっていうの、和を持ってっていうのを、大大和というね、で、大和と読ませてますけれども、これが後見女帝が、この字を当てたということなんですね。これ大和で読みませんでしょ。だから、一時で大和、で、大きな和として大大和、これが畿内へ入ってきたということなんですね。で、大原の祝詞の話をちょっともう付け加えますけれども、根の国、そこの国、徳田の国で言いますのね。で、瀬尾律姫がこれ、天照しちゃうがで、そんな違うんです。要するに、阿波の阿南市の辺やと思うんですけれども、要するに、淡木原ですね。小戸の淡木原の横から、地下の世界に入っていくところがあるんで、それを嫌なのが四神であるということですね。要するに、払い戸の狼、四神おられます。4人ですよ。ということですね。
それを付け加えておきたいと思っております。それとですね、30日日付変わってしまったんで、私一つのも自分で買うたんですが、六園の神社の宮司さんの奥さんからこれいただいてきました。京都では水無月言いますわね。これがウイロンの上にちょっとあんこ乗ったやつでですね、プレーンのものとこれよもぎで、下でこれを食べるんですね。これが大払い。要するに春秋暦というのがあるそうなんですけども、まず半年でくくりやと。私もいろいろありましたから、宮司さんにもう人形でお焚き上げしてもらいましてですね、こう紙の人形に自分の名前書いて払いをしてもらったというふうな次第なんですね。まあそれで発信2ヶ月半止まってしまってて申し訳ございませんでしたということですね。今の現状いろいろとですね、YouTube だってもう中へおったら留置場で掘り込まれてる時はね、産経新聞しか決まらない。産経新聞みたいな CIA の手下じゃないですか、こんなもの。要するに今説明し、もうほとんどディープステートがですね、もうバイデンももう猛録しとるでしょ。もうどうしようもないんですよ。おっさんぐらいしかですね、操れないんですわ。ね。ブラックロックとか言ったらダメですよ。もうCIA ともう戦争屋ですからね。ウクライナでうまいこといけへんからですよ。で今ガザやってる次第です。もう次どこ行くんや言ったら、北朝鮮のキム・ジョンウン、頭いいですからね。ある程度のけの血が入ってますからね。非常に頭いい男ですんで、こんなもん岸田とは話になりません。言わんや泉亮太なんかやったら飽きまへんで、もうあんなもの。まあ、ということですね。で、プーチン主導でですね、プーチン大統領主導で、ブリックスですね。ブラジル、ロシア、チャイナですね。それと、サウスアフリカですか。インドですね。インド、モディさん、素晴らしいですよね。に主導で、これがグローバルサウスと言われておりましてですね。そっちへ流れが変わっていくんだけれども、まあ、第三次世界大戦起こるでしょうね。エキエル28章、7章、8章。これ読んだらその通りになっていっております。ね。まあ、公務員としてですね、もう自分で、描いてはるんやと思いますけど、こんなもんうまいことになりませんわ。世の中のことは全く知らないですからね、彼らは。まあ、首相さんがですね、なんか鹿児島で起こったことを憂いてられましたけど、あれもいろいろ話見てみたら、もう隠蔽やそうじゃないですか。レジェンド刑事のですね、佐藤治さんですかね、の話が正しいと思います。佐藤明さんとの対談を見たらそれが正しいと思いますね。で、7月1日からは八坂神社の祇園祭りが始まります。八坂神社のご神門はですね、三つどもえとですね、キュウリのマークです。キュウリはヒマラヤのあたりで発祥らしいんですけれども、そこからまずはエジプトに流れてですね、そこから日本へ持ってこられたということですね。そんなことにありませんですが、京都ではキュウリは今日から1ヶ月食べたらあかんというふうな習わしがあるんですけどね。まあ、京都の周りはね、もう被差別部落だらけですからね、もう朝鮮部落もあるしですね、もう頭にきてますよ。もう、ヤクザでもそうですよ。喧嘩負けそうになったら、警官呼ぶんですもん。でも、ちょっと手触っただけでも暴行らしいですわ。どこまで暴行やねんと言うたら。ね、ビデオ見たらですね、もう必死になって私、公務員のですね、ネクタイの下掴んでるもうまたこれ、ムラムラ掴んだらやられる思ってです。ほらもうこれで暴行らしいです。そんなことでも、これ、罪作るんやったら作ってくれたらいいですけど、国会議員めちゃくちゃしとるやないか、そんなもの、ほんまに。なんかしてほしいですね、ほんまに。
まあもう岸田なんてほんまこのディープステートの言いなりですしですね、森喜朗なんかもあかんの、もう進化上げてますけどですね、もう早く行ってもらいたいもんです。まあここまでですね、また一から本来の歴史を語っていきたいと思います。で、本来の歴史が分かれば今起こっていることも分かるはずです。本来の歴史が分からんやつがですね、こんなもん、公務員やっても一緒ですわ、ほんまに。まあ、ここまでにさせていただきたいと思います。それでは、どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。